突然来ますね。そうですね、雷突然来ますので、はい、これがいわゆる雷が落ちた後の現象ということです。吉田さん、部屋に入るとまだ少し匂いも残ってますし、そうですね、ちょっと香ばしい匂いしてるんですけども、本当に粉々ですね。はい、私たちの身近にあり、かつ危険なもの、それが雷。そのエネルギーはとてつもなく大きいものです。そんな厄介な雷に挑み続ける国内唯一の雷対策専門メーカーがあります。兵庫県尼崎市にある音羽電機工業を今回はご紹介します。吉田さん、これもう家ですね。そうですね、電気も水道も全部つながっている、生活ができるいわゆる普通の家ですね。ここではどんなことを研究してるんですか？そうですね、ここではですね、いわゆる雷っていうのは2つあって、直撃雷っていうものと誘導雷っていうのがあるんですけども、この誘導雷っていうものを再現するためのシミュレーションできる部屋になっています。そもそも雷はなぜ落ちてくるんですか？そうですね、雷っていうのはまず地面にある水分が蒸発して上の方にどんどん上がっていって雲が形成されて、でその雲の中の水分がさらに上昇していくと、氷の粒に変わったりいろいろしていくんですけども、そうすると上に上がったこの氷が大きくなって次重くなって落ちてくるんですね。そうすると上がっていく氷とぶつかって摩擦をどんどん繰り返していくと、これが電気になっていくんですね。そうすると雷雲っていうのが出来上がってきて、でこの雲の中に、ちょっと電気でいうとプラスとマイナスというのが分かれていくんですね。で雲のマイナスっていうものにマイナスがこの雲の底に集まっていくんです。そうすると地面にはプラスマイナスも両方あるので、このプラスがこう引き寄せられてきて、で電気なのでこのプラスとマイナスがつながると、一つの落雷というものになるので、これが一つの雷のメカニズムになります。どういうルートからこういった家庭の中に入ってくるんですか？そうです。代表的には4つ侵入ルートがあるというふうに言われてまして、1つは電源線、で2つ目は通信線、で3つ目はアース線、で4つ目はテレビのアンテナとか、そういったところから主には侵入してくるというふうに言われています。こちらがその飛来機なんですか？そうですね、いわゆるこれが飛来機のいろんな種類が置いているんですけども、電柱の上についているタイプの飛来機というのがあるので、それがいわゆるこのタイプになります。これが電柱の上とかで使っていただくタイプの飛来機になります。で、これがですね、いわゆるその電源周りを保護するための飛来機というものになるんですけども、一般家庭用とはですねちょっと異なるんですけども、ビルとか、そういう建物ですね、大きな建物とかにはよく使っていただくようなものがこういうものになってきます。こういう通信周りを対策するための飛来機っていうのもありまして、こういったものも電話関係とかそういったところも含めてこういうものに対策をやらせてもらっています。あとは一般家庭、先ほど見ていただいたもう1家屋の一般家庭分電盤にもついているんですけども、そういったところにはこういうタイプの飛来機も使っていただいています。飛来機の中にはですね、すべてこの酸化塩素子というものが入っていまして、これも実はその現物なんですけども、重いですね。そうです。意外と重たいんですけども、通常は絶縁物っていって電気を通さない物質なんですけども、雷みたいな異常な電気が入ると電気を通す物質に変化をして、で雷を処理し終わるとまた絶縁物が戻るっていう、そういう特性を持っています。それがこの各飛来機にいろんな形に変えて入っているというのが最大の特徴です。雷しか通さないんですね。そうですね、いわゆるもう雷を調理するための酸化塩素子というイメージになります。独自の技術ですね。そうですね、はい。ここにはどんなものが展示されているんですか？そうですね、ここはですね、主に雷に関連するグッズとかがあるんですけども、例えば雷をデザインしたお酒とかお菓子とか、あとは全国に雷神社というのがありますので、そういったところに神社のお守りとかそういったものがいろいろ置いてます。あちら、はい、綺麗な写真入り口近くにずらーっと並んでるんですけれども、はい、これはですね、いわゆる雷写真コンテストといいまして、当社年に1回こういう雷の写真だけを扱ったコンテストというのをやらせていただいてまして、グランプリは100万円出しているんです。それの歴代の受賞作品ですね。例えば飛来機はどんなところで使われているんですか？そうですね、飛来機は電車の車両とかですね、あとはお寺とかそういう関係の設備
あるいは、よく目立つもので言ったらスカイツリーとか、ああいうところにもよく使ってもらってます。海外になるとまたこう雷のその対策っていうのをどうしたらいいかとか、そういうふうにもなってくると思うので、我々その雷の対策っていうのを専門にしてやっていますので、そういう意味では海外に対しても我々ノウハウが活かせれるところもあるんじゃないかなと思っているので、ぜひ使っていただきたいですね。その専門メーカーさんがジェルテックに登録していかがでしたか？ご相談をしてもらいやすくもなると思いますし、我々見つけてもらえるきっかけにもなると思うので、登録してよかったと思いますし、ぜひそういう専門にやられているメーカーさんなんかは登録されるといいんじゃないかなというふうに思います。我々もこれからもっと活用をさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。